大人のための英文法へようこそ。学生時代は英語がよくわからなかったけれど、大人になって英語を勉強したくなったという方々のためのシリーズです。よって基礎から段階的に難易度を上げていきます。大人の皆さんはお忙しいので、各エピソードはなるべく1から3分に収める予定です。私のチャンネルでは他にも多数のシリーズを掛け持ちしているため、このシリーズの更新は不定期です。人気が出れば更新頻度が上がるかもしれません。また、このシリーズでは文法しか扱う予定はありません。なぜ B 動詞？英文法の授業でおそらく最初に登場するのが B 動詞です。B 動詞は英語の中で最も使用頻度が高い動詞であり、様々な文法や構文の根幹を担うため、B 動詞を正しく理解し、使いこなせるようになることが最優先課題です。しかし B 動詞の厄介さは他の動詞、いわゆる一般動詞とは異なった独自のルールに従う点にあります。動詞が B 動詞なのか、それとも一般動詞なのかを見極められるようになるために、最初のエピソードでは B 動詞の形を学習します。B 動詞の活用形。通常、動詞には以下の6つの形があります。原形、現在形、三人称単数現在形、過去形、現在分詞形または動名詞形、過去分詞形。通常の動詞とは異なり、B 動詞には現在形が3つ、そして過去形が2つあります。現在形は am, are, is。過去形は was と were があります。現在形の使い分け。主語に注目します。主語とは文の中のトピックのようなもので、その文が何、もしくは誰についての文であるかを示します。主語は通常文の先頭に来ます。am は主語が I だけの時のみに使われる特別な形です。I、つまり私のことを一人称と言います。are は主語が you の時、または主語が複数名詞の時に使われます。you、つまりあなたのことを二人称と言います。複数名詞は2以上のものや人を表す名詞で、大抵の場合は語尾に s または es がつきます。is は主語が三人称かつ単数の場合に使います。三人称はI と you 以外のすべてを指します。単数は複数の反対で数が1であることを意味します。過去形の使い分け。現在形と同じく主語に注目します。was は主語が単数かつ you 以外の場合に使います。were は主語が複数である場合、または you である場合に使います。B 動詞の原形はその名の通り be です。B 動詞の現在分詞形もしくは動名詞形は being です。そして過去分詞形は been です。今回のエピソードは以上です。次回からは B 動詞の意味について見ていきます。